誰かに何かをお願いするときにそれが OK かダメかっていうのはクリアじゃない場合が多いって気づいてました。日本の略語とかカタカナで書いてある言語が英語と思われがちです。スタバって何？全然英語じゃないんですよそれ。はい、皆さんこんにちは。サイボーズの英語コンテンツ担当のアレックスと申します。よろしくお願いします。サイボーズ式編集部の高橋段です。お願いします。私、スイス出身で日本に来る前にスイスで3年間働いてて、そして日本に来てからサイボーズっていう日本の IT 企業に勤めるようになりました。そこでスイスと日本の働き方の違いについてちょっと話してみたいと思います。今回は特に言語的な違いとか気づきが割と多くて、みんながもう気づいてるかもしれないけど、日本語ネイティブではないっていうことなのでめちゃめちゃうまいですけどね。この動画は本当にその言語的な違いとか微妙なところにちょっとフォーカスしてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず一つ目なんですけど、誰かに何かをお願いするときにそれが OK かダメかっていうのはクリアじゃない場合が多いって気づいてました。やってくれるの？やってくれないの？ってのが分かりづらい。そう結局どっち？割と最初の方からこれが難しいですって言われたら、じゃあそれはダメっていう意味。それは一番最初に日本語学ぶと分かんないんですね。難しいってじゃあどうすれば簡単になるんですかみたいな、私の方からじゃあ相談しましょうみたいなリアクションなんですけど、受ける側からいやダメですっていう意味をはっきり伝えた方です。確かに日本人的にはこれはちょっと難しいですね、だからちょっとやりたくないなっていうのを、やりたくないとかやれないなって言いづらいから、その手前で多分止めて、あとは相手に察してっていうことですよね。そう日本人と関わると、それが割と早めに理解できるんですよね。難しいですねはダメ、厳しいですねもダメ、今度しましょうねっていうのはいやもうやんない。あとあれですね、行けたら行くっていうやつです、ね。それはいけないっていうんですよ。だからそれを分かるまでには時間かかりましたけど、それ以上曖昧な言葉もたくさんありますよね。検討してみますとかって言っていたら、それが本当に OK かダメか分かんないですね。確かに検討してみますは難しいですね。その前にどんな会話がされてたかで、すごくニュアンスが変わる言葉ですね。逆に英語だとどういう答え方するんですか？英語だと No way とかダメだったらダメってはっきり言うんですね。やっぱり言語って文化の現れ方ですね。文化を通して言語の意味がつけますみたいな。日本人の相手を立てるとか、察するとか、そういう文化が言葉にもすごく現れますよね。でもやっぱり一つの言語しか話せないときに、その周りにある文化のことはあんまり気づかないですね。文章を翻訳することばっかり考えて、英語を聞かれてもそれを翻訳した日本語で理解している感じがすごくしますね。そうですね。でも実は文化で全然意味が違う場合のもあります。そしてもし皆さんは外国の方と一緒に働いていたら、その外国の方が変なことを言っていたら、それは悪気じゃなくて、おそらく言語の使い方があんまりまだ得意じゃないかもしれないっていうことですね。私もそうですので許してください。もう一つの気づいてたのは、私サイボーズに入社する前に日本語学校で学んでいて、そこでお金をもらうために英会話先生をやってました。そこですごく驚いてたのは、カタカナで書いてある言語が英語と思われがちです。全然英語じゃないけど、そしてめちゃめちゃ分かりにくいんですよ。英語のレッスンでも I went to Starbucks yesterday とかって何回も言われたんですけど、スタバって何？全然英語じゃないんですよそれ。スターバックスはスタバって略すのは日本だけ？日本のみです。そういう言葉がめちゃめちゃ多いですよ。ほとんどの言葉はちょっと考えたら分かるぐらいですかね。マックはマクドナルドって割と早めに。そっか、マックもか。一番最初に事務所でアレックさんここからブレスト会議しましょうって言われた時、すごいビビってました。ブレスト会議、その時にブレスト会議が何ですかっていうことを聞くのが恥ずかしかったので何も言わなかったんですけど、やっぱり会議が終わってから、その会議が何の会議って言ってましたっけ？ブレインストーミング会議なんだけどブレスト会議って言って、全然英語じゃないそういう言葉が割と多くて、みんながこれが英語と思われがちなんですけど、全然英語じゃないから気をつけてください。そのカタカナの問題につながれるんですけど、ちょっと面白いことなのは、特にビジネスの環境だとカタカナの言葉を使うと、もしかしてかっこよく見えるんですか？よく言いますね、IT 企業の人は。ここから会議しますではなくて、ここからミーティングしますとか、アジェンダとかですかね。
スケジュールとかコールとかトークとか、はい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 、いや使いますね。確かによく聞きますよね。はい、ちょっと面白かったのは、私外務省で働いた時に共通言語がフランス語だったんですけど、一番ビジネスの方々がフランス語でも英語の言葉を使いがちです。やっぱり全世界で英語の言葉を使うと、あ、これ生きてるビジネスパーソンだなって思われたいんですよね。自分の言語に英語を挟み込むことで、自分はワールドワイドでイケてるできるビジネスパーソンだっていうのをアピールできると。そう。日本以外でもっていうのはすごい意外でした。私は英語とフランス語のバイリンガルなんですけど、一生懸命英語の言葉を使いたいなら、なんかその人フランス語できないのかなっていう逆に思っちゃうんですよ。フランス語でその言葉忘れちゃったのかなってと、それはまあ編集部内にもあるんですけど、編集長がいつも言うのは、これが一番ベストです。一番とベストって同じことですよ。一番ベスト言う。これベストで十分ですよ。一番ベストいらないまあ実はなんか英語圏の人も日本語を使うときにそういう問題のもありますけどね。あるんですね。例えば富士山のことを富士山マウンテンとかを言う。富士山山って、まあ山は山の意味だから、富士マウンテン、マウント富士で十分だ。確かに京都とか行くと、お寺で英語案内の時に、例えば金閣寺だったら金閣寺テンプルって書いてあるじゃないですか。そう。あれ何なんですか、あれって。あれも仕方ない。字の意味が分かんないからそういうことか。それが一番ベストと同じ問題です。あともう一つの気づいてたのは、私白人だから見た目的に言語に関する前提が普通に出てくるって感じなの。お店に入っちゃったら、この人白人だから日本語話せないっていう前提があります。あと逆に白人だからじゃあ英語話せるっていう前提もあります。なるほど。サイボーズの中にもいきなり英語で声かけられるんだけど、なぜ英語っていうふうに考えちゃいますね。そういう時は英語で答えるんですか？最初はずっと英語で答えてたんですけど、今はその人が私日本語できないって思っているかもしれないっていう不安が生まれていて、だから念のため私日本語できるっていうことをすぐ伝えたいので、日本語で答えます。なるほど。今日はいろいろ聞いていただきありがとうございました。もしこの動画が好きになったら、LIKE を押してみてください。そしてもっとこういうコンテンツを見たくなりましたら、登録をしてみてください。何かの気づきとかコメントとかがありましたら、ぜひコメント欄でまとめて書いてみてください。じゃあまた次回までよろしくお願いします。はい、さよなら。また今度です。